皆さんこんにちは、焼き鳥です。私のノートの使い方についてご紹介していきたいと思います。使ってるノートはですね、ロディアのゴールブック、この銅板みたいな素敵な色のノート。私はですね、毎日朝起きて30分ぐらいは記入するのに時間を使っています。自分をね、振り返る時間だったり、目標の再設定みたいなのにというか役に立ってますね。それをちょっとご紹介したくて、でこの一番最初のページはですね、ページのページリアってこういう風にページが振られてるんですね。自分が何を書いたのかっていうのが一目瞭然となっているページです。次にですね、私はこのノートを去年の12月から使ってるんですけど、1月からね、一言日記みたいな項目があったので書いてます。でこの緑ポチのところは動画とか更新した時で、次が毎月の項目が分かれてるんですけど、私はここにね、その月できたことを書いていって、一番最初のページ見るとパッと1年間できたことすぐ見られるようにしていこうと思ってます。でこれは10年後の目標ですねと今年の目標。10年後の目標はね、ちょっとざっくりと、ここはね、好きなお店とか食べ物について書こうと思ってます。まだ書いてないけど。と好きな作品とかですね、映画とか漫画とか小説とか。年末にね出たりするんですよ、こういうシールが。で MD ノートからも出てたかな。買って貼ってます。でここはね、一言日記書いてました。だけどね、こっち側にあるからこっちを使おうかなって思って。で、毎月目標、もう本当にちっちゃいことでもいいです。ほどほどに足コロストレッチするとか、お散歩こまめにするとかですね、もう簡単に叶えられるような目標を設定してます。私は本とか小説とか漫画とかゲームとかすごい好きなので、毎月これ読みたいなとか、このゲームしたいなとかっていうのをここに記入してます。で時間空いて戻って、あれ読みたかったなみたいな感じでここに書いて使ってます。もう目標は本当に簡単でいいと思います。それをチェックするっていうのが大事なので、高い目標とかじゃなくても喧嘩ゼロで過ごすとかね、簡単な目標が逆にいいと思います。と12月だったので大掃除計画してますね。私はですね、お買い物のたびにすごく考えて物を買いたいし、買った後も味わいたいんですね、いつまでも買ったものを。なのでここでその月に買ったものを全部記入して、後から読み返して、これお気に入りだったなとか。結構ね、買ったものって忘れちゃうのでね、私はそうしてますね。で次のページがこのアルミでオーナメントをね作ってみたらどうかと、関根由美さんっていうクリエイターの方がご紹介してくださってたので、自分なりにね考えてみました。私お魚が好きなんで、これ宝石の国のフォスフォイライトなんですけど、これは作りました。本当に楽しいクラフトのねレシピとかいろいろ教えてくださってるので、本当に楽しいです。ユミさんの YouTube 見てるの大好き。こっちではディズニーシーのプランを考えております。もうこういう楽しいことがあったらすぐねプランも書いちゃうんですよ、ここに。そうするともうその日までの楽しみがねすごい倍増するのでおすすめです。ディズニーシーとかこういうリース作ったよとかって、このページはですね、 YouTube で What's in my bag を撮りたいなって思った時に、一度自分の毎日持ち歩いてるお気に入りのものをね書き出してみようかなって思って書いたものです。なんかこうやってね書き出すとやっぱり愛着湧いてくるんですよね。でこっち側はねディズニーシーに持ってこうかなって思った荷物とかももうすごい楽しみだったから、ここに書き出しました。これすごい楽しみにしてた。本当に楽しかったし。でここのページからですね、2025年が始まったので、今
っちのページはですね、2024年にできたことで目で見えるように書いてます。ここは2025年の100ウィッシュリスト。多分ね、もう100以上書いちゃってるんですけど、まあ増えてもいいかなって思ってます。途中でね、どんどん増えてくると思うので、全部ね、叶えられなくてもいいと思うんですよ。コーヒーを豆から入れるとかね、簡単なことを書いてます。とにかくね、やりたいなって思ってることを書き出すっていうのが大事かな。10年後の目標とか書いたんですけど、ちょっと想像ができなかったので、もうざっくりで書いてます。今年の目標ですね。今年の目標もね、私はもう想像つかない。毎日のタスクなら想像つくんですけど、そういう時はもう大体の目標でもいいかなって思っちゃってます。こう口角を上げて生きるとかで、私は毎月できたことと次の月の目標を月終わりに書き出してます。12月自分はこれだけできたなっていうのが目で見てわかるので、こうね、達成感が積み上がってくるんですよ。週の目標も立ててます。その週にできたことと次の週の目標を立ててますね。私はデイリーページの時はね、線を引いてここに日記みたいな感じで書いてます。日記というかね、もうこんな風に考えたことがずらーっとこっちに来ちゃっても、線を引いて日付書いて、内側にね、その日のタスク、このタスクもね、本当に簡単なことですよ。掃除機毎回書いてるんですよ、私。なぜかっていうと、掃除機がすごく苦手なので、ここに書いてね、朝の自分と掃除機かけるって約束したな、やろうっていう気持ちになるんですね。もうどんなにちっちゃなことでもね、書いてますね。掃除機って書いて、このチェックするとね、自分との約束を守れたなっていう気になって、それが積み重なると、ちょっとした自信というか、自分への信頼につながってくると思うんですよね。それがこのノートのね、効果だと思います。すごくこういうね、楽しかったことも書くといいと思います。トランジットストッチーマンラインに乗ったとかね、書いてますね。もうこのノートのいいところは、もう自由、何でも書いていいっていうところですね。これ書いてからね、あれやろうこれやろうって自分の中で忘れちゃってた部分をちゃんとこう拾っていける。それがね、やっぱノートを書くっていうことのいいところだなって思います。嬉しかったこともそうなんですけど、なんかキピってなったこととかも書いてます。で、そういう悩みとかって、なんか私の場合あんまり人に言い過ぎると良くないなっていう気持ちがあって、なんかお友達とか家族の代わりにノートに聞いてもらってます。全然違いますね。もうすっきり、もう手は痛くなるんだけどリラックスになるので、そういう時もおすすめです。もうそういう時ほどおすすめかな。楽しかったこととか書いたりするのもいいけど、こういう悩んだ時とかにノートに聞いてもらうのがおすすめかな。なんか毎朝今日一日こう過ごしていこうみたいなことがセットできるし、元気がない時ほどね、ノートに向かってみるといいと思います。なかなかね、元気ない時に机に向かうのは大変なんですけど、そういう時はね、スマホのメモ機能とかでもいいと思うんで、自分が今何を考えてるのかとか、これ見たいなとかっていうのを書き留めておくとね、いいなって思います。なんかもう一人本当のことを言える友達が一人増えたみたいな、味方が一人増えたような気持ちになれます。なんかこう自分の話を聞いてくれるもう一人の信頼できる人が一人増えたみたいな感覚になれるので、ちょっとね、試してみてください。ただロリアはね、なんかあんまり売ってないよね。なので私は次は Amazon で買おうと思います。これもうね、多分今年持たないんですよね。もうでも全然1年に3冊とか4冊とかそれでもいいし、なんかあんまり決めなくてもいいかなって思ってます。私はあんまりデコレーションとかねしてないんですけど、もうデコレーションしてる人のやつ見るのも好きなんですよ。私はね、結構絵を描いてますね。これね、この間買ったコケ玉ちゃんの絵です。なんかシールとか貼っても可愛いし、こういうの描いても可愛いと思います。じゃあ聞いてくれてありがとうございました。ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。
ではまた次の動画でお会いしましょう。焼き鳥でした。